こんにちは。着物 SK の押本聖子です。夏の季節、気軽に楽しめるのが浴衣です。初めての方でも難しく考えずに始められます。浴衣を着るのに必要なものを準備しております。まず最初に浴衣です。帯です。帯は半幅帯または細帯と言います。で、こちらにまず真ん中から取りました。可愛い猫の絵が描かれてます。で、ここで注意していただきたいのは、巻くときに猫ちゃんが逆さにならないように間違わず帯を巻いてください。帯の種類もいろいろございます。皆さんの手元にお持ちのもので大丈夫です。まず浴衣を着る前に腹襦袢を着ます。腹襦袢もいろいろです。皆さんがお持ちのもので結構です。伊達締めです。1本だけ必要になります。あと腰上紐が2本必要になります。あと帯板です。着付けをするのに必要な小道具としてクリップが必要になります。で、こちらに帯座を作っております。帯座は持ってるタオルを畳んでそのままお使いになってもよろしいですし、または持ってるタオルを畳んでハンカチで包んでも大丈夫です。で、こちらに今日は帯締めを細い帯締めを使いたいと思います。で、今日の帯結びで使っても使わなくても大丈夫です。使う方が帯が立ち上がるために今日は準備しております。以上、着付けに必要な小道具です。浴衣を羽織っております。先ほど説明した腹襦袢を着ております。体型補正の必要な方はタオルを巻いて、今私は巻いております。背中だけに必要な方は背中だけに紐で巻いて締めてください。市販でも体型補正販売しております。それでは着付けをしてまいります。まず羽織りました。襟先を確認します。揃えます。友襟が揃っているかを確認します。顔の中央にあるか確認します。片手は背中の背中心がずれてないかを確認します。で、今回浴衣ですので衣紋の抜き加減はそんなに抜きません。ですが、着て心地のいい衣紋の抜き加減をしてください。まず手を下ろして襟先から手幅1つのところを持ちます。持ちましたらギュッギュッギュッときます。で、後ろにグッと上げます。上げました。短くなります。はい、手を返します。で、もう一度襟先がちょうどあるか確認します。大事なところですね。確認しているのは下の裾線の先を確認しているってことですね。で、両手でこういう感じに持ってきます。裾を落とします。徐々に。で、足のくるぶしのとこまで長さを伸ばします。ですね。基本浴衣は足袋を履いておりません。確認しましたら脇の余分を全部出します。後で楽ですね。ここの脇の余分を全部上に出します。上の方全部出します。もう一度背中心がずれてないか確認します。ずれてませんでしたらそのまま、はい、前に行きます。こう広げます。まず上前が左上前ですので、まず前幅を確認します。
はい、両手同時に返し、床と平行に。はい、つま先を上げます。はい、一緒に平行になるようにきます。で、そこでまたつま先を上げます。で、ここで腰が弱い方は、ここに私手入れてます。下前をお互いに引き合っても大丈夫です。することで体にぴったりと腰がつきます。はい、右手で押さえて腰紐を取ります。腰紐は中心が取れるように真ん中を持ってます。はい、右手で見えますか？持ちます。左右いずれかで結んでください。ですが、後で右手の方はお箸よりを整えるので、もしできましたら中心をぐーっとここに左側に寄せて、そのまままっすぐ見て、よく下見る方いるのでまっすぐ見た方がいいですね。はい、後ろに持ってきてグッと締めます。締めましたら左右の長さが違うんですね。左側の方で私締めたいので、ちょうどここに行きますとちょうど同じ長さになります。はい、左を上にして2回締めます。こういう感じですね。はい、締めます。はい、今度また2回かけて締めます。これ藤結びって言いますね。片鼻結びでも構いません。結びやすいように結んでください。でこういう形になります。こういう感じになってます。ここに余分なものがもうないですね。シワもないし。はい。でここでまず最初に上を重ねます。重ねましたらこの手を宮つ口に入れて、こう下ろします。ポンポンポンではなくさーっと下ろすだけで大丈夫です。はい、下ろしましたら手を出して、はい、こういう形になってます。でもう一度背中の中心が動いてないか、レモンの抜き加減がちょうどいいかを確認します。確認しましたら、はい、友襟を持って襟を合わせます。襟を合わすときに下をぐーっと斜めに上げてください。はい、今度上前ですね。左上前を来るときにぐっとここがガッと上がるようにすると、前と後ろ、下前と上前、襟がちょうど顎の下、年齢に合わせて襟合わせは違いますが、浴衣ですので皆さん楽な位置の襟合わせにしてください。だいたいここにくぼんだところを中心にすると一番よろしいですね。はい、できましたら襟を押さえて、ここでちょうど三角形になってます。こういう感じ、こういう感じですね。三角形ずれてましたら直してください。はい、上紐を取ります。でこちら中心合わせてこう持ってきます。はい、こちらは左右いずれかで大丈夫です。はい、で自分の心地の良い位置でギュッと締めて、左を上にして2回かけて、片鼻でも藤結びでもいずれかで結んでください。紐の長さは皆さんそれぞれですので、長い方は先の方を持って先だけ入れてください。で今度は背中にシワがいっぱいあると思います。こちらですね。ここごちゃごちゃしたところ、体型によって素材によっても違います。で両手あります。私は右手で下のお箸折りをつかみます。動かないように。中心をずらしたくないからですね。で指を入れます。指を下からグクグク入れます。入れますと、
このシワがなくなりますね。はい、もう一度何度も何度も指を入れて横に寄せてください。はい、指入れて寄せます。はい、で両手で必要な人はこうやって押さえても大丈夫です。でここで注意しないといけないのは背中の空気を抜きます。この背中の中心がずれないように着付けをするということが大事です。で脇に持ってきましたら脇で襟が動かないように前のシワがある方を持ってきて一緒にこれタックを取ります。で下に下ろします。引きます。下にここの空気も抜きます。じゃあここもまた一緒ですね。襟がここを触ってる間に襟が開いちゃうので開かないようにするために指を入れてシワがある人ですね。ない人はそのままです。はい、後ろの横に集めたものを、はい、指で入れて、はい、返します。ここに手を入れて返します。やり方はこうでも何でも大丈夫です。はい、横に入れて、はい、上前を下に下ろします。ここの空気を抜くっていうことが大事ですね。はい、で両手でやります。浴衣の素材によって1枚2枚下前と上前が一緒にしてもよろしいです。今日は一番簡単な方法で浴衣を着ております。で2枚一緒に重ねてもよろしいですし、どうしてもこの前のがある方は中に折りたたんでください。こうやって折りたたむだけです。こういう感じに折り上げてるっていう感じかな。はい、上に上げます。はい、奥見線を合わせます。はい、合わせましたらここが歪んでます。歪んでいるのはここが長い証拠です。ここ少しだけ持ち上げます。こういう感じに持ち上げて横に来ます。すると一番大事なのはここですね。横に持ってきた上前と下前が一直線になるっていうことが一番大事ですね。こういう風に返してここの話ですね。一直線になるようにでこう持ってきます。入れます。下ろします。することで噛み合ってきますので、はい、こういう感じに合わせていきます。合わせましたらここ離したらいけないですね。ここ肝心なところで見えるところ押さえておきます。余分は上に上げて大丈夫です。奥見線も合わせておきます。はい、次に私お袖返しながら伊達締めを取ります。伊達締めはまず最初にここに当てます。一直線がずれてほしくないので当てます。はい、押さえます。はい、そのまま上紐の下に合わせてきます。で、ここでタックが必要な人はタック取ってください。こう脇で。はい、後ろに来ます。こういう状態ですね。ものによってはこう来ますが、返すしてもよろしいですし、特に伊達締めの種類によって博多織の場合、硬い場合は返します。この場合はそのままでも大丈夫です。返してもそのままでも大丈夫です。ここがあまりシワにならない方がよろしいですね。くちゃくちゃにならないっていうことが。伊達締めは整える紐です。ですので強く締めるものではありません。軽く締めて前で中心をずらして左右いずれかで2回かけて締めます。締めたら交差します。交差してそのまま反対側に挟みます。もう一回結んでも挟んでもどちらでも大丈夫です。はい、こういう感じにこれで最後に掴んで襟がしっかり後ろに来てるかを確認しながら、はい、これで浴衣の着付けが終わりました。それでは帯結びをしていきましょう。まず最初にクリップをお足折りに留めてください。
帯を屏風畳にしております。取りやすいようにしております。手先が上になるように、でタレが下にあります。で屏風畳ですので、そのまま前に置いて手先を取ります。手先を取りましたら、最初にもう半分に折ります。半分に折って手幅3つです。約60センチ。こうやっても一緒だと思いますが、一応念のためそれぞれ腕の長さが違います。1、2、はい、3でこちらですね。私に右肩に預けます。先ほどのクリップを止めます。止めたままこのまま横に持ってきますと、斜めに持ってくると三角になります。またクリップ止め直してください。こういう状態です。でお袖を上に上げます。上げることで帯が締めやすいです。まず私回りますね。皆さんに分かるようにこう持ってきたら帯が下がらないように横に持ってきます。持ってきましたら、帯はいつも下端を打ちます。下端、はい、持ちまして、もう一巻き出します。これで二巻き目になります。帯が下がってないか確認しながら、お箸折りがくちゃくちゃになってないかも確認してください。はい、これで二巻きしました。はい、下端を持ちます。まず下に1枚巻きましたね。最初に巻いたものを掴んだまま締めます。下がってないか確認しますね。はい、締めます。締めすぎないように注意してください。今は前で結びますが、結んだ蝶々結びは後で後ろに回します。背中の方に。ですので回らないってなると大変ですので、回せるぐらいの余裕は置いててください。かといって締めなければ落ちてしまいますので調整してください。でここまで来ましたら、先ほどの真ん中についたクリップを脇に留めます。ここ脇ですね。脇に留めることで皆さんのアシスタントの役しますね。手を離してももう二巻きしたものが落ちていきません。はい。でここで手先がこういう方にあります。でこういう手でこう回すんですが、できない方はこのまま両手でくるっと反対側に回してください。で回すことでこういう感じになります。で中心を開けます。横にちょっと寄せます。はい、これをそのままこの方に預けてください。ここで先ほどの斜めに折り上げます。タレを斜めに折り上げて手先でタレを結びます。こう引っ掛けていきますね。かけました。はい、これ手を変えてぐっと締めます。ここで注意しないといけないのが、帯の下に下ろさないってこと。帯の上で必ず結んでください。帯の上で。こう飛び出てるのは気にしなくて大丈夫です。そのまままた入れてあげてください。でここで大事なのは、まっすぐ自分の下に落ちてるか、こうまっすぐ落ちてるか。落ちてない方はもう少し先ほどの手先を横に寄せてください。寄せることでまっすぐ結び直したらまっすぐ落ちてきます。降りてきます。はい、際を広げます。でこういう状態で次の準備をしていきたいと思います。でこちらはもし手元で置いて落ちたりで気になる方は、そのままクリップで留めても大丈夫です。襟の方にですね、留めて大丈夫です。はい、際を広げた。今度はタレをどんどん前に持ってきます。これタレ先ですね。タレ先を持って両手を押さえて、ご自分の胴幅ですね、取ります。帯の長さによっても違いますので、だいたい
これ一般の長さの帯なんですね。体型によっても違います。体型によって足りない方は結び方を今度変えないといけないということですね。ただいまはそのままで蝶々結びを行います。で、巻き畳み、こう巻いていくので巻き畳みと言います。こう巻きます。くる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 。こう巻いてきましたら、ちょうどこういう感じになります。私の場合は。これを下前を広げて一緒に持ちます。で、これ中心ですね。で、巻き畳みにした最初のこちらですね。これが垂れ先になります。で、ここを上に上げます。こういう感じになってます。こういう感じ。で、こういう風に一緒にこう持ちましたら、こういう感じになってますか？皆さん大丈夫ですか？こういう風になったら、今度一緒にですね、これを半分に折ります。半分。こういう状態で折ります。半分に折って今度これ返します。一つ山を作るっていうことですね。はい、返します。こういう状態になっております。で、ここで羽を動かしたりすると調整できます。この羽を同寸にあるか必ず確認してください。で、これできましたら、もうそのままクリップを和紙折りに留めます。中心に来てますので、そのまま上から、はい、帯の下に持ってきます。で、ここの中にくるっと入れます。ここですね。ここ入れるところぐるっと締めます。これ一番簡単な方法です。結び方はいろいろありますが、皆さんが一番わかりやすい。で、こういう感じに来ました。こういう状態。で、上と下を剥がします。はい、ここも剥がします。こういう状態ですね。で、今日は帯締めを使います。本では帯揚げを使ってます。どちらでも大丈夫です。ない方は紐でも大丈夫ですし、レースのスカーフでも何でも大丈夫です。帯が落ちないようにするためにこれを使います。で、浴衣用ですので細いものを使ってます。かといってこれが出るわけじゃないので、太いものを使っても大丈夫です。先ほど巻いたこの輪の中に入れます。入れましたら、こういう状態になります。こういう状態。同寸に取ります。で、これを上に持ち上げます。はい、ここの羽の上に持ってきます。こういう状態ですね。で、これをこう持ってきましたら、ちょうどまっすぐ見て、中心で縛ります。どのような縛り方でも大丈夫です。ご自分の中心ですね。テンプラリーですので、だからこう結んだりこう結んだりしないように、こう手が降りたら両方左右同寸のまっすぐが一番よろしいですね。はい、でこういう形になりました。で羽があります。でまだこれ残ってます。これを最後に羽を上に上げまして、この帯の中に入れます。もう一回締め直してくださいね。緩んでいく。帯の材質によって緩んだりします。ですので帯を緩い方はもう絶対この上に帯締めや紐した方がいいですね。で下からよいしょ、はい、抜き取ります。こういう感じで、こういう状態になります。でここで羽を整えていきます。で左右の同数なので、ここが短い場合は、ここ長い場合はこの下の羽を寄せるだけで大丈夫です。こういうふうに合わせます。で上の羽をこう返します。こういう状態になると同数になると思います。クリップバサ外しますね。はい、広げます。形付けをします。形付けをします。
こういう感じになってるかもう一度確認してください。後ろに回す持ち方なんですが、前にあるものを後ろに回したいんです。ですので180度回転になります。恐れを上に上げます。両方上げると楽ですね。こういう状態。はい。上を持って脇持っても大丈夫です。または本の通りですと下ですね。下を持って脇まで持ってきます。これそのまま伊達締めをつかまないようにしてください。でこの手がまっすぐに来たらもうそのまま止めます。はい、羽を崩さないように今度また下持ちます。はい、脇を持ちます。はい、回します。こう回しましたら、ちょうど先ほど結んだのが真ん中に来てると思います。ですがもう一度羽がちゃんとこうあるか、ここにあるか確認してください。確認しました。次にこちらに帯板があります。これを結ぶ前に帯板を下から2枚目の間に入れます。帯板はこうは入れないでください。せっかくきれいに着付けた浴衣を崩さないように、下から右利きの方は右、左でしたら斜めに入れてください。帯板もあまり大きくないです。浴衣用です。斜めに入れて、で自分の中心にあるか確認します。確認してこういう状態ですね。で最後にこれを持ち上げて、先ほど入れましたね、背中。はい、私皆さんに見えるようにこう来たら蝶々結びが下がらないようにもうちょっと上に上げます。ぐっと、はい、背中にこう下ろして左右いずれかで結んでください。この場合こう来ない方がいいですね。上の方で結んだ方が背中の帯が下がりません。ここは普通に結んでからもう絶対外れないように蝶結びにしても何でも大丈夫です。これをこのまま持ってデザインの一つにもなります。入れます。後ろ見えても大丈夫です。デザインの一つになる。こちらも今私ここでデザインの一つとして出してますが、隠しても出してもどちらでも大丈夫です。もちろん紐でやってる場合は必ず帯の中に隠してください。はい、最後にもう一度ここの下に、手先がありますね。手先をくるくる中に入れます。入れましたら帯さを入れます。お袖邪魔なので前に回しますね。ここでお足折りがあるのでそれを気をつけてください。下の帯を上げてこういうふうに入れます。入れましたらちょっと上に上げます。上げることで帯が蝶々結びした帯が立ち上がります。こういう感じになるかな。こういう感じかな。大丈夫でしょうか。でここ羽が上がりすぎてたら下げてください。上がったのが好きであればもっと上げればよろしいですし、こういう感じに整えます。これで出来上がりです。でクリップつけてる方は外してください。でこれで浴衣の出来上がりです。で着てすごく楽です。皆さんもぜひ試してみてください。いかがでしたでしょうか。ほんの少しのコツで浴衣姿もっと美しく、そして楽になります。もし着物のことをもっと体系的に基礎からしっかり学んでみたいと思ったら、私のオンラインクラスも覗いてみてください。ロサンゼルスから本物の技術を直接あなたにお届けします。
詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんとクラスでお会いできるのを楽しみにしています。